はい、皆さんこんにちは。今回はパタゴニアのフーディニジャケットを紹介します。僕が使っているのは、7年くらい前に贈り物でいただいたジャケットなんですけれども、透けるほどの薄さなんですけど、幸運にもね、未だ破れておらず、現役で使っています。この1枚の薄いジャケットがあることで、雪の降る寒い季節とか、強烈な紫外線の降り注ぐ夏の高山とか、こういったね多くのシチュエーションであなたの体を快適に保ってくれるジャケットです。フーディニジャケットはいつでもどこでも持ち運んでも苦にならないぐらいのコンパクトで軽量な、サイズ感で、1枚持っていけば必ず何かの場面で活躍する万能なアイテムになってます。そんなフーディニを今回は、深掘りしていこうと思います。それでは行ってみます。フーディニジャケットは1枚の防風層を作るためのジャケットです。人間の肌は結構敏感にできていて、強い風が吹けば体力を余計に消耗しますし、紫外線を直接浴びることで日焼けやオーバーヒートを起こしてしまいます。この薄い1枚の生地をまとうだけで、そういった直接肌を環境にさらすことからしっかりと防いでくれます。光にかざすと透けるぐらい薄いのですが、リップストップリサイクルナイロンを使用しているので耐久性は非常に高く、バックパックで締め付ける肩や腰とかクライミングにおいて岩やロープに擦れてしまっても結構な耐久性を発揮してくれます。でちなみにこのリップストップというのはこの格子状の構造で繊維の太い部分がストッパーになってくれて、たとえ破れても必要以上にビリビリっと引き裂かれるのを防いでくれる耐久性の高い生地のことです。デザインも非常にシンプルで、アウトドアスポーツにおいて必要なもの以外を削って重さを減らし、持ち歩くストレスを感じさせません。パタゴニア自体も年々ですね、全ての製品の素材がリサイクルっていう割合をどんどん毎年上げてきていて、このフーディニジャケットもリサイクルナイロン 100% で作られています。さらにこのジャケットを作る過程で携わる工場勤務の人たちに対する生活賃金の改善プログラムとしてフェアトレードに取り組んでいたりもします。でここで防水ジャケットという選択肢が浮かぶ方もいると思うんですけれども、その防水ジャケットとウィンドウジャケットの違いをちょっと考えてみますね。ゴアテックスに代表される防水透湿性ジャケットは同じように風を防いでくれますし、おまけに雨も防いでくれるなんか上位互換的なジャケットに感じますが、この防水ジャケットには相対的なデメリットも存在してます。この登山とかに主に使われる防水ジャケットというのは一般的に表地と、裏地の間にゴアテックスなどの防水メンブレンという膜があるんですけど、この防水のメンブレンが、水を防いで湿度をある程度通すという性質のある膜があるんですが、現状このメンブレンが経年劣化による剥離っていてボロボロ剥がれ落ちる現象が必ず起こってしまいます。この剥離自体を修理することができないので、一度剥離してしまった部分は水を通してしまうことになるんですね。さらにこのメンブレンは皮脂や汚れがついたまま保管することによって、バクテリアによる分解っていうのが促進されちゃってですね、劣化が早まってしまって、新品で買っても数年で使えなくなってしまう場合もあったりするんですよね。なので結構ねウィンドウシェルと比べてもこの防水シェルっていうのは金額も高いんですけど、結構管理とかがデリケートだったりするんですよね。特にですね、裏地にコーティングしかしてないやつ、裏地の生地がなくて直接なんかつるっとしたコーティングがしてあるタイプの 2.5 層っていうジャケットもあるんですけど、このジャケットがね軽い代わりにより経年劣化が早いっていう特徴があります。こんな感じでね、防水ジャケットは使ったらできる限り清潔にして空気が循環するような場所で保管することが必要になってくるジャケットなので、僕の場合は登山には必ず持っていくんですが、出番は本当に稀なんですね。それに比べて、フーディニとかのウィンドシェルジャケットっていうのは、
そういったメンブレンがない1枚の布なので、より気楽に使うことができます。風をしのぐときにはフーディニジャケットの防風性で事足りますし、小雨程度なら表面に撥水加工がされているので、ある程度の水分は弾いてくれたりもします。で、厳密に言えば防水ジャケットのように表地とメンブレンの2層構造とか、さらに裏地のついた3層の生地を使ったものよりも、この薄い1枚の生地は物理的に考えても薄いじゃないですか。この薄い1枚の生地なので、物理的な障壁がない分、たとえ水分を含んで濡れてしまっても、乾きやすい面もあったりだとか、防水ジャケットと比べても、蒸れにくさっていうのはウィンドブレーカーの方があると思っているので、全体的に快適に使えるのはウィンドブレーカーかなと思ってます。逆にね、街とかだと、レインジャケットってめちゃくちゃしっかりしてるからかっこよく着れるのでめっちゃいいなと思うんですね。ただ汗をね頻繁にかくようなスポーツをする場合において、レインジャケットは極力使わずに、このようなウィンドブレーカーの方を使うことで圧倒的に快適に活動することができると思ってます。ここでちょっとレインジャケットの補足したいんですけれども、レインジャケットってでも結構言っちゃいましたけど、散々結構なんか蒸れがあるとかいろいろデメリットを言ってしまったんですけど、ゴアテックスとかでも素材の種類によって体感は変わりますね。例えば今のゴアテックスとかでいいのもあって、シーニットバッカーっていう裏地がすごい柔らかくて、もう本当に今までのレインジャケットみたいにゴワゴワでなんかガサガサするみたいな感じじゃなく、本当に柔らかくて比較的薄い裏地のものもあったりとかしますし、本当に物によりけりだなっていうのをちょっと訂正したいなと思って話してます。あとはね、脇のベンチレーションっていうジッパーでさ、蒸れを出すやつとかもあるので、そもそもハードシェル、レインジャケットというかハードシェルっていう防水前提のものを基本的に脱ぐことができないっていう想定もありますので、本当に今回の場合で言えばフーディニは、春から秋とか、冬の低山とか、もうほんとハイキングぐらいの想定で話をしていますので、ちょっと補足をさせていただきました。じゃあ戻りましょう。ただね、このフーディニジャケットにも人によっては欠点があると思ってまして、例えばサイズ感とか、できるだけシンプルで無駄を省いた軽量コンパクトなジャケットというコンセプトで作られているので、例えばトレランとかマウンテンバイクなどで風を切って動くスポーツ走ったりとか、風によって生地がバタついて抵抗が生まれたりするとか、より効率的に本性を引き出すためにも、できるだけこの隙間風とかを入れないように程よくフィット感のある方が機能性としては高くなるために、スリムフィットっていうフィット感を採用しています。なのでレインジャケットとか着るよりもピタッという感じで体に密着した着心地なんですね。ポケットの数も胸に1つという最小構成になっているので、そういう運動とかアクティビティにおいては問題ないんですけど、よりちょっとリラックスして着るときとかにはスカッっていうポケットスカっちゃうみたいなことがあるので、そういう場面でね、多分物足りなさを感じることもあるかもしれません。パタゴニアの場合はこのポケットの数が足りないとか、サイズ感がちょっと小さいなっていう人のために近年出てきたのがこちらのプロバータイプのスナップティージャケットです。見た目が、以前紹介したフリースのシンチラスナップティーと同じで、よりちょっとカジュアルな感じのある防風ジャケットなんですけれども、僕は両方とも XS サイズを使っているんですけれども、こちらのスナップティータイプはレギュラーフィットのサイズ感なので、ゆとりが程よくあるタイプですね。僕のフーディンジャケットは7年ぐらい前のものなので、アップデートでね、若干作りが今のものと違うとは思うんですけれども、おおよそサイズ感はスリムフィットで、こちらがレギュラーフィットとなっているはずです。着心地がレギュラーフィットなのと、胸ポケット以外にも両サイドにポケットがついているため、結構ね、使いやすいと思います。両方ともポケッタブルの仕様になっているので、畳んでしまうとね、大きさはほとんど同じですね。重量もね、そこまで変わらないので、好みに合わせて使うことができると思います。
で次は選ぶ時のサイズ感で迷われると思うんですけど、このサイズ感がやっぱりね難しいなと僕も思うところで、例えばミッドレイヤーですね、中間着にどれぐらいの厚みのものを着たいかで微妙にサイズ感を1個上げたりとかすることになると思うんですけど、本当に走る方向とか、個人的にはトレイルランとかはジャストサイズとかがいいかなと思いますし、他のスポーツですね、登山とかちょっと重ね着をしたいなっていう時のためにワンサイズサイズを上げてもいいかもしれないですね。で僕の場合だとちょっとこの比較を見てもらうと XS の、内側にマイクロ D っていう薄いフリースを着てるんですけれども、このちょっとねXS のフーデニージャケットはパンパンになってますねギリギリっていう感じで、プルオーバーの方はレギュラーフィットの方なので自然に着れるかなっていうサイズ感になってます。こうやって重ね着を考えて着るとしたら S サイズのフーディニージャケットが一番いいのかなって思ってたりします。はい、ということで今回はパタゴニアのフーディニージャケットを紹介させていただきました。結構もう天気もね暖かくなってきたので、これからアクティブに活動するぞっていう方いたら何に対しても使いやすい薄いジャケットなので、ぜひぜひね試してみていただければと思います。また他にも動画を作ったりしようと思うので、今後も良ければご視聴いただけると嬉しく思います。それではまた。